皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東京裁判。勝者の裁判ではなく中立国が行うべしです。東京裁判はマッカーサーによるマッカーサーのための裁判でした。民主国家と呼ばれる国というものは、すべての人が法の下にあることが前提です。彼はトルーマン大統領から全権委任を受けていました。要は、好きなようにせよというお墨付きをいただいたのです。そこで彼は独裁者のように、彼自身が法であり、さらに法の上に立ち、事後法を作り出したのです。事後法とは遡って裁きます。この裁判では結論ありき、日本が二度とアメリカに歯向かうことのできないよう見せしめでもありました。公平性の全くない裁判でした。こんな不当な裁判の中、私たちは一筋の光明を見出すのです。それが、ほんの少し前まで敵国であった人たちが日本の被告を弁護しているっていう点です。同じ日本人では到底成し得ない勇気と英知を尽くして全身全霊で祖国アメリカと連合国相手に戦ってくださったことに深く感動するのです。東京裁判でハーネス弁護人は主張しました。真に公正な裁判を行うならば、戦争に関係のない中立国の代表によって行われるべきである。勝者による敗者の裁判は、決して公正ではあり得ない。この裁判管轄権動議、裁判を行う資格を問う動議は、東京裁判そのものの無効性を主張する決定的な指摘でした。これに対して、裁判長はなんと却下をしたのです。はじめの第一歩から成立していません。無効の裁判です。裁判のやり直しができたとしたら、200% この裁判は無効でした。なぜでしょうか？裁判の管轄権がないだけではありません。この裁判を始めたマッカーサー自身が、この裁判は誤りであったと後日、アメリカ議会で公式に認めているのです。次にファーネス弁護人をそこまで駆り立てるある出来事がありました。それをお話しいたします。東京裁判の少し前、フィリピンでの裁判のことです。バタン行使の責任を問われた本間中将たちを彼が弁護した時のことです。マッカーサーはフィリピン戦で日本軍に敗北し、8万人近い兵士を残し、命からがら逃げ出したのです。その兵士たちは食料も水もほとんどなく、日本軍は米兵の捕虜4日の道のりを連行しました。それが有名なバタン死の行進です。この時日本兵が米兵の捕虜を虐待したという理由で、その責任を取らされ、本間中将らが銃殺刑に処せられました。ファーネスは事件の詳細を調べるうちに、この行進がそもそもマッカーサーの作戦ミスから生じた敗戦であったことを知りました。米軍捕虜があまりに多かったのです。その結果の捕虜の移送であり、過酷な状況でマラリア感染と衰弱で次々と米軍捕虜が死亡したため、残虐行為と糾弾されたのです。実際のところ、捕虜を送り届けなければ全滅していたとも言われています。その指示をした本間を捕虜虐待の罪で処刑にすることはあまりに無理があったと分かったのです。バタン半島はフィリピン内、ルソン島バタン州にある半島で 60km の行程でした。7万6千人の捕虜を連行したとき、日本兵は武器を担ぎ重装備でした。米兵は非武装で軽装でした。日本兵の方が大変だったのです。日本側の想定の3倍の捕虜の数で、しかもほとんど水も食料も持っていないのです。しかも多くが病気で衰弱していました。日本軍のように長距離を行進する習慣がなく、捕虜虐待と捉えられたのです。本間中将は人道主義者として有名でした。マッカーサーはフィリピン戦の敗北の恨みをこの本間中将たちに負わせました。現地での軍事裁判では、裁判官はすべてマッカーサーの部下。裁判については素人ばかりでした。まさに復讐劇だったのです。ファーネス弁護人は、本間の高潔な人格に感動し、なんとか彼を
救おうとしました。そこでアメリカ連邦裁判所に人身保護を求めましたが、拒否され、銃殺刑となったのです。ファーネスはこの時のマッカーサーの汚いやり方と復讐に駆られた裁判であることを深く知ったのです。同時に日本人の多くの兵士たちが高潔な精神を持ち、不当な裁判をも甘んじて受ける姿に感動しました。そのような思いを抱いて彼は東京裁判に乗り込んだのです。第一声、真に公正な裁判を行うなら、戦争に関係のない中立国の代表によって行われるべきである。と爆弾発言をしました。彼もまた、ブレイクニー弁護士と同様、日本で法律事務所を構えました。馴染みの芸者を妻にしています。去年89歳。長寿を全うし、日本で彼の葬儀が行われました。彼もまた日本と日本人を愛したのです。次回のご案内です。東京裁判、大金星を挙げたファーネス弁護人です。チャンネル登録とベルマークを押していただければ自動で通知が送られます。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。